にちは。今回は機動戦士ガンダムジークアクス第1話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。ジェリドのテーマ来た。米津玄師来た。このハロ何者なんだよ。兄弟地に立つのか。ハロはなんで仲間になってんだ。町はニュータイプなのかな。やっぱ主人公がひょんなことからガンダムに乗り込むノルマ達成。なんでハロが6個解除を認識してるんだろう。何かあるんだろうな。エヴァのダミーシステムじゃん。ここが最高にエヴァっぽいというか。ドックガンダムは盗むもの。これガンダムというのを使わなくてもよくね。十分やってけそうなのに。ガンダムじゃなかったら見てないくせに。サイコリ起動、この子なんなの。シャリアブルさん感じすぎる。めちゃうな米津。薬屋のスタッフ見習いなさい。やってることちゃんと神言うやん。オメガサイコミサイコザクのあれを手足を切らずにできるみたいなもの。なぜ打たずにタックルなのか。ホワイトベースがジオンにいるけど残りのペガサス Q はないのか。サラブレッドとかブランニバルとか。ニュータイプ通信。時が見える。どういうことだよ。なるほどわからん。宇宙をさまよう号令。神言ってこの時代何してるの。ララーが乗ってんのかな。よくわかんないけどわかった。よくわかんないけどわかった。この世界ならララーも生きてるか。この適応力、これがニュータイプの真骨頂。頭部を破壊されたものは失格となる。勢いでザク落とすな。これパイロット死んだよな。ここまでか。クランバトルは庭か。初陣でザクに対撃破アムロだな。12話じゃおそらく話まとまらないから OVA とか劇場版来ると思う。爆発しないのはやっぱりコンプライアンスなのか。宇宙空間に投げ出されたら誰も回収してくれなそう。何が何だかわからないという人はまだ劇場版公開中なので映画館へ。ジオン製ガンダムだからヒートアックス。デバフガンダムだな。これがテレビエンディングか。モードなってもいいや。フェネックスみたいに肉体のないシャアが。ラーがミームになってるとは知らなんだ。これ映画見てないと意味わからないだろう。 VTuber がエンディング歌ってるって聞いたが。ようわからんけどガンダム乗るところは良かった。これひょっとして劇場版見た人は2話までは見る必要ないか。なさそう。2話目がビギニングかよ。あれビギニングやるの。あれやるんか。チャー来た。ビギニング来た。2話がビギニングかよ。また女がガンダムに乗るのか。劇場版にほぼ間違い探しレベルのカットが差し込まれてただけだったな。なんか変わったとこありましたかしらね。ビギニング部分やるんだ。専門用語が全くわからんな。サイコウとか。あの他必修用語だぞ。白もいるな。白いのがパイロットの希望で赤くなる。なぜガンダムはここまでファンを引きつけるんや。富永娯楽が楽しい。映画見たやつ並みだめ展開。予想通り。もしアムロ出ても声優さんは変更するんだろうな。要するに元祖ガンダムとは関係ない世界線の女の子バトルのお話。4期くらいありそうな感じがしてきた。なんだかよくわからんかったけど、あからさまなララーっぽいのはミスリードさせてララーじゃないんだろうな。劇場版とどれくらい違ったのこれ。同じだよ。順番が違うな。来週の2話か1話で今回の1話か2話だった映画版。ビギニングやらなくていいから早く話を前に進めてほしい。映画見てないミーは困ります。そもそも最初のは数の先行版だって言った。これは最終回が黒いガンダムだな。結局ビギニングやるなら後回しにする理由がわからん。ビギニングは作画も違うしね。竹キャラデザの人物と新しいガンダムと赤いガンダムを先に見せておきたいんでしょ。同じ構成だと映画との差別化が取れないからだろう。カミーユやジェリドの出番はあるかな。タラも売るにはガンダム細身すぎだろ。もうちょっと太めのガンダムの方が売れただろうに。この世界線の連邦はどうなったん。俺のジムは出てくるの。ルナ2を失ったので地球に引っ込んでるだけ。ジムすらなくて高性能のキャノンしかない。
これずっとクランバトルやるのか。割と序盤で地球に行くのが確定してるからそんなにはやらないはず。ホワイトベースのやつがジオンカラーだもんな。驚いた。結局アンノはファーストの同人アニメ作りたかったんか。こういうのでいいんだよ。前半部分を1話で収めるのか2話使うのか、それ以下なのか、どうなるんだろうな。これ映画見てないと意味わからないだろ。誰が誰だかわからないし、1話から専門用語のオンパレードだし、マチは性格も行動原理もよくわからないだろ。マチに関しては映画見ても見なくても変わらんだろ。とりあえずなんとなく面白かった。G レコ初回ほどの置いてきぼり感ではなかった。このアニメ今期1位では1話見ての期待値はやっぱ今期で一番あるな。マチュが絶叫してるシーンの動画に上手くなりたい連呼を合わせるマット作るやつ絶対出そう。情報量多すぎてわからんかった。主人公の行動原理がさっぱりわからん。なんでやたら好戦的なんや。1話に色々詰め込みすぎな感じがする。すげえ話のテンポ速くて慌ただしかったな。劇場版とどれくらい違いあった？エンディングのニャンかわいすぎん。平和なエンディングええな。エンディングだけ見るとガンダムのアニメに見えないな。 JK のまったりな日常なエンディングいいかも。エンディングが明るすぎて逆に不穏だな。ガンダム界1エンディングが明るいな。ガンダムすっかりガールズアニメになったんだな。ロボより見たいって15年前に結論出てるからな。おっさんより美少女の方がええからな。主人公がガンダムに乗ったのかの動機が弱すぎない。だいたい代々乗るべくして乗ってるやろ。カミーユは乗るほどの動機があったとは思えない。頭おかしいから乗ったけど。次面白そうやん。2話はビギニングじゃん。にっこり。あれ映画前半やるのか。ビギニングやるんじゃん。シャーデルやん。2話でそっちをやるのか。順番入れ替えたのか。2話でやるのかよ。ビギニングやるんだ。おお、シャー出るんかい。なんかテンポ良かった気がする。どこがカットされてるかとか言われたらわからないけど、あとエンディングかわいい。平成のガイナックス感が半端ないな。とりあえず積極的に動くおてんば元気娘松ちゃんがどちゃしこ可愛すぎて見ていける。めちゃくちゃ金かけてんな。なんであんな細かい精一杯なんだ。あとファースト見てなきゃわからんセリフ等と今時をやるわい。新エヴァみたいにぐるぐる回りすぎですわ。ああいうのは頭痛くなる。うお、第2話が1年戦争時、劇中での過去。むちゃくちゃな構成だな。庭にビギニング持ってくるって V ガンみたいだな。ジークアックスが次に動くのが4話目になるのか。1年戦争のとこ結局やるのかよ。本編の尺相当短くなるな。これ絶対12話で終わらないやつだよな。見るの6回目だが楽しかった。次回がビギニングなのか。映画でやってない話はいつから始まるんだ。1年戦争をやるなら多分4話か5話。12話で完結するわけないわ。笑い。12話で終わるわけないと言ってるやつ、デノキドと鶴巻だから12話でも多いくらいだぞ。映画見てないぜいだけど面白かったぞ。やっぱ戦闘に巻き込まれてガンダムを奪うのは様式美だな。エンディングも可愛い。飛び出していけ宇宙の彼方。歌詞の通りガンダムに乗り込み宇宙へ飛び出したマチュ。空を知った彼女と謎のキラキラ。マチュに待ち受ける運命はどのようなものかはわからないが、何かが始まったことは明確に感じられて期待感が高まる。これメカは手書きなのかな。何にしてもとてもよく動いてて先が心配になるレベル。主人公が重力のことを考えてる時に重力に勝たないスカートを描写してるのもいいね。奪ったガンダムをどう使っていくのかがまだまだ謎だ。ついに始まった。まだわからないことが多いけど前評判通り面白い。作が良いしモビルスーツ戦かっこいい。変形シーンとかエヴァっぽさを感じた。結局劇場版を見てないから劇場版とどう違うのかわからないや。解説希望ぬ。のっけからホワイトベースがジオンに鹵獲されて緑に塗られているです。うわ、名前はきっとグリーンベースだね。最近は翼のあるガンダムを見慣れていたのでバックパックが薄いモビルスーツばかりなのが新鮮です。カラー版ガンダムか。まるでフリクリの連中が1年戦争後を演じてるみたいだよな。
しかしセリフにある数々のキーワードを聞けばソラーコ三兵たちが色めき立つのも当たり前か。つか今期の派遣枠はこれでほぼ確定だわな。最高に面白くなりそう。劇場版鑑賞済み。ガールミーツガールから始まる新たなガンダムの物語。ぬるぬる動くバトルシーンは最高のクオリティで圧倒される。キャラは非常に可愛く音楽も最高。エンディングのマチニャーが尊すぎ。来週の初見の反応が楽しみ。面白かった。笑い。スピード展開やのについていけるようになってるのがうまいよね。劇場版で見てても新鮮。宇宙世紀を知ってる私だから思うのかもだけど、知らなくても大丈夫。来週説明してくれるし。笑い。エンディングの仲良し2人が良いな。本編でもこうなるのかな。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。